あなたは宝くじの超高額当選者の悲惨な末路、そんな話を聞いたことはないでしょうか。日本ではまず考えられないんですが、アメリカでは当選した人の顔、氏名、住んでいる州を公表することが一般的なんです。これは視聴者に宝くじは実際に当たるということを宣伝するための手法。しかしこのルールは時として大きな悲劇を生むことになるんです。2006年、アメリカのフロリダ州に住むアブラハム・シェイクスピアは超高額の宝くじに当選します。その名前は全米に報道され、一躍有名人に。しかしそこで彼に近づいてきたのは彼のお金目当ての人間ばかり。すっかり人間不信な彼のもとにある一人の女性が近寄ってきます。お金目当ての人たちとは違い、その女性はアブラハムのために色々と尽くしてくれました。そうしてアブラハムはその女性を心底信用します。しかしこの女性、最終的にアブラハムを殺害してしまうんです。高額の宝くじが当選し、人生が一変したアブラハム・シェイクスピア。夢のような生活と引き換えに彼が失ったものとは。そこには欲に狂わされた人間の悲惨な姿があったんです。おーそうっす、アロエヨーグルト大好きケンちゃんです。やみやみかです今ね、どうなんかもうズームで固まったみたいになってしまう。本日ご紹介するのはですね、宝くじで巨万の富を得た人の人生についてなんですけれども、ベトナムの皆さんもね、宝くじ当たったことあるよとかね、ちょっと面白い経験がある方はね、ぜひね、コメント欄でね、教えてください、僕らに。まずはね、宝くじが当たった男の人生について見ていきましょう。一発逆転。遡ること15年前の2006年、アメリカのマイアミが今回の舞台。主人公の名前はアブラハム・シェイクスピア。彼の家は大変貧しく、教育を受けることもできなかったので、大人になっても読み書きすら満足にできませんでした。アブラハムはそんな環境ながらも非行に走ることはなく、真面目で気の優しい青年に育っていきました。読み書きができない彼が就くことのできる仕事といえば、日雇いの肉体労働やトラックの運転手など限られた職種のみ。それでもアブラハムはつつましく生活していたんです。お金で見れば貧しいけど、心はすごい豊かで幸せな生活を送ってるんじゃないですか。確かにね。そんなね、アブラハムなんですが、ある日ね、運命を変える選択がやってくるんです。2006年11月15日、トラックの運転手をしていたアブラハムは同僚のフォードと共にコンビニへ。この時、同僚のフォードがアブラハムに何気ない一言をかけるんです。おいアブラハム、ソーダ欲しいか？そしてこの言葉がアブラハムの運命を激変させるんです。これのどこが激変させる一言なのよ。普通の一言じゃん。出た。甘い。甘い。何かに寄せてるようで何にも似てないのよね、これ。ソーダを勧める言葉がね、次のね、アブラハムの言葉を引き出すんです。これに対するアブラハムの返答は、いや、代わりにロトくじ2枚買ってくれ。そしてアブラハムは2ドルを支払いロトくじを購入。実は日頃から宝くじを頻繁に購入していた彼。この日もせっかくのタイミングなので、何気なく2枚を購入したんです。しかし、その結果はいつもとは大違い。後日、宝くじの当選番号をチェックすると、なんと大当たりしていたんです。その当選金額は日本円で35億円。35億の言い方があんた違うよ。ね、どういうこと？ 35億。with B あんた。ねえねえ、今更ブルゾン来るんだ。with B。おう。わお。最高の人生。ちなみにね、とある計算だと、この宝くじを当てるのは日本のロト6のね、1等あるじゃないですか。あれのね、30倍難しい確率なんですよね。わかりやすそうでわかりにくいですよね。実際にもらえる額は当選金額の35億円から税金などが差し引かれるんですが、それでも残りは20億円ほど。アメリカの宝くじはこのような高額当選の場合、受け取り方が2種類あるんです。一つは30分割した額を毎年30年間受け取り続ける方法。そしてもう一つは支払われる額が減る代わりに一括で受け取れる方法。アブラハムが選んだのはなんと一括受け取りだったんです。しかも彼はあろうことか全額を現金にして家に持ち帰ったんです。もうバカ。20億円家に置いとくやつなんて聞いたことないんだけど、バカじゃないこれ。彼の家ね、貧しすぎて、なんと銀行口座すら持っていなかったんです。そういう人もいるんだ。いや、そうなんですよね。そんなアブラハムが20億円でまず手に入れたもの、それは新しい家。それまで住んでいた労働者階級のひしめくエリアから抜け出すことができたんです。その後も高級車やロレックスを購入。しかし彼の買い物もここまで。もともと物欲がなかったアブラハム、必要なものだけ購入し、それ以上は豪遊しなかったんです。20億も持っててさ、自制心保てるのって相当すごいと思うんだけど、私。いやでも本当そうですよね。なんかいっぱい入ったらね、使いたくなっちゃうと思うんですけど、むしろね、変わったのは彼の周りの人たちなんです。
ある日、アブラハムの元を一人の人物が訪ねます。それはアブラハムの古くからの友人。友人はアブラハムにあることを頼みます。親の入院費が払えなくて困っている。10万円ほど貸してほしい。親の入院費とかさ、紐の男が女に金ねだる時の上徳第一位よ、これ。そうなんだ。そう。俺も使おう。うんまあいないけど別に。ちなみに2位はね、資格取るから参考書買ってっていう。あんたよく使ってるかわかるでしょ。使ってない。すぐそうやってさ、言うのやめて、ほんと。ごめん。いえいえ。もともと気が優しいアブラハム、頼まれると断れない性格からお金を貸してしまうんです。これを皮切りに友人だけではなく親戚までもが彼にお金を借りに来るようになったんです。人間怖。そしてお金を貸した時は助かった、必ず返すと言っていたにもかかわらず、返済の時期が近くなると蜘蛛の子を散らしたように逃げていったんです。中には返済を迫るアブラハムに対して、金があるんだからこんなはした金いらないだろう、この金の亡者がと罵る人もいたんです。借金したやつの方がなんかずうずうしくなるのよね、こういう時。あいつに言えば金貸してくれるみたいな噂がね、広まっちゃって、周りの人から2年近くね、貸せや貸せやみたいなずーっと言われてたらしいんですよ。もう最悪。そんな日々を2年も続けていると、アブラハムは次第に人間不信に。彼の人間不信を決定づけたのが、実は宝くじを購入した際に一緒にいた同僚、フォードでした。彼はアブラハムに対してとんでもない主張をするんです。その主張とは、自分にもお金をもらう権利がある。なんと当たりくじを買った時に一緒だったフォードが宝くじの当選権利があるとして金銭を要求してきたんです。なんとその額実に1億円以上。もう人間怖。もちろんアブラハムはその要求を断ります。しかしそんなことでは大金を諦めきれないフォード。なんと今度はアブラハムを裁判で訴えたんです。その内容は、あの宝くじは本当は俺のものだ。俺が買った宝くじをアブラハムが盗んだんだというもの。人間怖。言ってることむちゃくちゃじゃない。もう意味わかんない。裁判所はこの口頭無形な訴えを当然却下。フォードにお金が渡ることはありませんでした。しかしこの訴えによりさらに心の傷が深くなったアブラハム。人間不信が決定的なものになっていくんです。そんな時、ある人物が彼の元に現れます。その人物がその後のアブラハムの人生をさらに大きく変えていくんです。優しい男は好きだけどね、私も。ちょっとこれ度が過ぎると考えものよ。まあ確かにね。まあそんなね、アブラハムね、だんだん人間不信になっていくんです。そこでね、ある一人の人物が現れるんです。果たしてその人物は天使なのか、それとも悪魔なのか。救世主登場。2008年、ある女性が彼の元を訪ねてきました。彼女の名前はドリス・ムーア。ドリスはアブラハムにこんなことをお願いします。あなたの自伝をぜひ出版したいのと。実は彼女はジャーナリストで、街でアブラハムの噂を聞きつけ、その半生を本にしたいとやってきたんです。この2年間、彼の元を訪ねてきたのはアブラハムではなく、彼が持っているお金が目当ての人間ばかり。そんな中、お金には興味を示さず、自分を助けたいと言ってきたドリスに、アブラハムは次第に心を許していきます。それまで彼の周りにいた人と比べて、ジャーナリストの女性ということで、ちょっとね、知的な面もあってね、そこにね、アブラハムはこう魅力を感じていたんです。そして彼の話を一通り聞いたドリスはある日彼にこんなことを持ちかけます。今あなたが持っている残りのお金で資産運用した方がいいわ。それまで資産運用なんて発想は全く頭になかったアブラハム。彼女の言うことを聞いてみようとこの提案に応じるんです。さらにドリスはこんな提案も。お金を管理する会社を設立しましょう。今持っている現金を全てそこに入れておくといいわ。それに応じて早速会社を作ろうとしたアブラハム。しかし彼には額がなかったため会社の作り方など全くわからなかったんです。そんな時に助けてくれたのもやはりドリス。実は彼女ファイナンシャルプランナーの資格も持っていたんです。そうしてドリス主導で会社を設立。宝くじの当選金の残りは全て会社の口座に移されたんです。またお金全部預けちゃってない。大丈夫これ。ドリスがね、アブラハムに、あなたね、お金持ってると人に貸しちゃうから全部預けましょうってね、言ったんですけど、アブラハムはね、それに納得してね、全部預けちゃったんですよ。そうして会社も設立され、アブラハムのお金は無事に会社の口座へ。運用で資産も増え続け、頭の切れるパートナーもできて、めでたしめでたし。で、終わるわけがないんです。ほら。やっぱり私この女怪しいと思ったのよ。結果的にね、このアブラハムのね、判断によってね、物語は最悪な結末へと向かっていくんです。そのキーマンとなるのは、やはりドリスだったんです。ドリスの正体。会社を設立してしばらく経ったある日、偶然朝早く起きたアブラハム。何気なくポストへ向かい郵便物を確認すると、あるものが届いているのを発見するんです。それは銀行から届いた口座の残高が記載されている明細。実はアブラハム、当選金を口座に移してから明細を確認したことがないんです。もうバカ。もう見つけた明細を何気なくチェックするアブラハム。するとそこには衝撃の数字が並んでいたんです。なんとドリスに預けた金額から半分ほどに減っていたんです。半分？これちょっと
雲行き怪しくなってきたじゃないこれ。まあね、少なくともね、数億円はなくなってるっていうことなんでね。はい。いくら温厚なアブラハムでもこの金額の減り具合には激怒。すぐに口座を管理していたドリスへ詰め寄ります。しかしドリスは全く動揺せず落ち着き払って彼にこう伝えます。ちょっと別の口座に移してるの。あまりにも落ち着いた彼女の一言にアブラハムはすっかり安心し落ち着きを取り戻します。しかしもちろんドリスのこの一言は真っ赤な嘘。実際にはアブラハムの当選金を自分のために利用していたんです。実はこれまでも銀行から郵送で使用明細が送られていたんですが、ドリスはアブラハムよりも前にポストに取りに行き廃棄していたんです。朝早く明細取り行くってちょっともうちょい考えられなかったわけじゃないこれね。そもそも彼女がジャーナリストというところから嘘は始まっていたんです。取材したいと言ってアブラハムに近づいて信用を獲得し、会社で資金運用をするという目的で会社と口座を作らせる。そうすることでドリスが金を自由に使える状況を作り出したんです。これこそが彼女の計画。そしてそれは 100% 成功していたんです。まあ一旦ね、アブラハムの心の隙につけ込んでからね、作業をこうね、するっていうね、ちょっと知能犯的側面もあるんですよね。はい、ドリスは彼のお金で高級車を何台も購入したり海外旅行に出かけたりと贅沢三昧。しまいには11歳年下の彼氏のために家もプレゼントしてしまうんです。その額はなんと1億円。そんな贅沢をしていたドリスなんですが、ついに残高のことをアブラハムに知られてしまうんです。とっさの起点で素直なアブラハムを信じ込ませることができたんですが、さすがに騙し続けることはできないと悟るんです。諦めたってことは夜逃げでもしたってことこれ。もうね、だったらどんなに良かったことか。騙しきれないと悟ったドリスだったんですが、これまでに掴んだ贅沢な暮らしを手放したいとも思いませんでした。そこで彼女はある行動に出ます。ある時アブラハムを部屋に呼び出したドリス。彼が部屋に入るや否や、なんとドリスの手には銃が。そして次の瞬間、アブラハムの土手っ腹に2発を撃ち込んだんです。結局この発砲によりアブラハムは帰らぬ人になります。ドリスはもはやアブラハムを殺害するほかないと考えたんです。宝くじ当たっただけなのにさ、人生かわいそすぎるわよこれ。散々っすよね。そしてね、こっからね、ドリスの隠蔽工作が始まっていくんです。まずアブラハムの遺体をどうにか隠さないといけません。その隠蔽場所に選んだのはなんと買ってあげた彼氏の家。ドリスは彼にゴミを捨てたいから庭に穴を掘ってとお願い。その穴が掘り終わると彼の留守中にアブラハムの死体を遺棄。バレないように死体の上にコンクリートで蓋をしたんです。しかしそれだけでは彼の親や友人が連絡がつかないことを不審に思う可能性もありました。そこでドリスは彼の筆跡を真似て親しい間柄の人間にしばらく旅に出ますと手紙を出したんです。これで遺体の処理は完璧かと思いました。しかし詐欺師ドリスの突発的な犯行と偽装には思わぬほころびが存在したんです。さすがこれ詐欺師なだけあって証拠隠蔽は抜かりないわねこいつ。殺人ってことでね、証拠全部隠蔽するのって一筋縄ではいかないんですよ。ドリスはね、一体どのような手を打っていったんでしょうか。追い詰められた犯人。アブラハムという邪魔者を葬り去ったドリス。なんと彼女はその後もアブラハムの家に堂々と住み続けるんです。しかしそんな贅沢三昧な日々は長くは続かなかったんです。彼の死から7ヶ月が経ったある日、ドリスの元を警察官が訪問。実はアブラハムの母親が手紙は出すが電話も何もよこさない彼のことを心配し、警察に捜索願いを出していたんです。ナイス。電話がね、ないこともそうだったんですけど、この間まで字が書けなかったアブラハムがあんなになんでうまく字を書けるのかっていうね、そういうところもね、こう不審なポイントの一つだったんですよ。警察の訪問を受けたドリス。さすがにこのままではまずいと感じ、どうにかしようと策を練ります。そこで思い出した一人の男がいたんです。その男とは以前バーで出会ったグレッグという男。グレッグは以前、俺は刑務所から出てきたばかりだ、金のためなら何でもやるぞと話していたんです。ドリスはその言葉を思い出してあることを企み始めるんです。使える男誰でも使うじゃない。こういう女ってね、そういう性格がバレないように近づいてくんのよ。絶対騙される俺。私みたいにね。警察に追われていたドリスなんですが、アブラハムから奪っていたお金がね、まだ残ってたんで、グレッグを使おうと画策するんです。ドリスは早速グレッグに連絡し、彼にある依頼をします。500万円払うから私の身代わりに逮捕される人間を連れてきてちょうだい。偉そうだな。グレッグは大金が手に入るとあって2つ返事で OK。 早速同じように刑務所上がりの男マイクを連れてきました。そして身代わりになるにはまずアブラハムの死体を掘り起こす必要があったんです。早速3人はドリスの彼氏の家の庭へ。穴を掘るのも、掘り起こすのも、全部男任せ。いや、そうなんですよ。警察何やってんのほんと。アルゴメントに出てくる警察、ほんとね。ね。
庭を掘りコンクリートの蓋を開けるとそこには白骨が。アブラハムの遺体は長期間土に埋められた結果白骨化してしまったんです。そしてその白骨をドリスが運び出そうとしたその時、警察だ、お前を逮捕する。その言葉を発したのはなんとグレッグ。そう、ドリスに協力しようとした元受刑者のグレッグ、そしてマイク。この2人の真の正体とは何を隠そう警察官だったんです。警察は捜索願いが出された段階でドリスを徹底マーク。警察官の1人がおとりとして刑務所上がりの男グレッグを演じることで証拠をつかもうとしていたんです。そして殺人の身代わりになってほしいというコメントとアブラハムの遺体、この2つが揃ったことで逮捕。人を騙して金をぶんどり殺人まで踏み切った女は最後には警察に騙されてしまったんです。珍しくアルゴメトリに出てくる警察にしては、ね、無能じゃないじゃない、ね、無能だと思いきやね、有能だったね。まあね、人を騙したね、女にはね、ふさわしい末路だったんではないでしょうか。最終的にドリスは殺人の罪で逮捕。裁判の際には最後の最後まで容疑を否認したんですが、揺るぎない証拠があったので言い逃れできるはずもありませんでした。判決は第1級殺人で仮釈放なしの終身刑という最も重い罪。しかし判決の際、ドリスは顔色一つ変えなかったそうなんです。ここでね、重要告知。なんとね、アルゴメトリー初めてのインスタライブを2月16日22時から始めたいと思います。普段のね、動画で言えないようなちょっと危ない話だったり、お蔵入りになったね、動画の話とかね、もしご興味あればね、概要欄のね、インスタのリンクからね、フォローね、していただいてね、2月16日22時、もうね、カレンダーに入れちゃって